こんにちは、パンダマンです。今日はアイロンテックの最新アップグレードバンドールをご紹介します。166センチの 2.0 ボディに S40 アイリンの組み合わせです。価格はアイロンテックのシリコン製ドールとしてはおなじみの約37万円です。上位の価格帯に位置します。それでは本当にその価値があるか見ていきましょう。S40 のヘッドは口元がやや上がっていて、微笑んでいるような印象です。顔立ちはハーフ系よりで独特の雰囲気があります。166センチの 2.0 ボディは全体のサイズ感がしっかりしています。3サイズはそれぞれ84、67、97、自然ダンスなど軽型のややふくよかな体型です。ウエストとヒップの比率は約 0.7 で極端に細すぎず、過度に豊満でもない標準的な曲線バランスです。166センチの身長に対して、バストはやや豊か、ウエストは67で引き締まっており、ヒップ97はふっくら丸みがあり、ちょうど程よく肉付きがあるが膨張感はない女性らしい体型です。日常のポージングや衣装合わせでも柔らかさと張りのある曲線美をちゃんと出せます。アイロンテックは実物ドール分野でかなり知られたブランドです。シリコンシリーズは高い品質と調理あるを主軸にしており、出荷数も多めです。標準装備としてメタルフレームと滑らかな肌触りの素材が使い、この組み合わせでリアル感が非常に高くなっています。今回開封するのは最新の 2.0 候補を採用したボディで自然美シリーズに属します。1.0 バージョンと比べて 2.0 ボディのアップデート点は主に月の通りです。よりリアルな体のプロポーション、実物のスキャンに基づき、肩から首のラインが自然で鎖骨のつながりが滑らかになっています。バストは従来の丸型からより自然な類的型最適化されています。腹部や背部の筋肉の流れも実際の人体に近づけられ、誇張された彫刻感がなくなっています。手足のディテールが全体的に向上しています。新しい手足の金型によりテクスチャーや形状が細かくなり、食感やクローズアップ、ポージングの自然さが増しています。女性らしい曲線がより柔らかくなっています。体全体がより豊かで自然なラインになりました。股ぐらが広くなり、太ももに肉感が増し、ヒップはより丸みを帯びて見え、視覚的バランスが向上しています。より安定してポーズを取りやすい骨格。アップグレードされた骨格は安定性が高く、腰の前後の可動がスムーズです。ポージングや撮影、生活シーンでの配置が楽になり、長時間姿勢を保てます。次回は初代ボディと並べて比較してみます。では、コンボを開けます。これはドールを包む専用のスリープバッグです。続いて付属品を見ていきます。まずはヘアブラシ。次にこれは乾燥用の棒が2本。こちらはアイロンテックのロゴ入りの加熱スティックです。それから割引クーポンが入った書面のようなものがあり、次回購入に使います。購入お礼のレターも入っています。これはネット素材の衣服のようです。あと、アイロンテックの取扱説明書が入っています。さらに洗浄用具も一式。投函可能な洗浄ヘッドがいくつかついています。それと連結用のネジが2本とフックのようなものが1つ。ドールの手は発泡紙で包まれ、足は固めのスポンジで保護されています。では皆さんが一番気にするであろうメイクのディテールから見ていきましょう。まずは目元を寄って取ります。プリン系の瞳は単色ではなく細かなテクスチャとグラデーションが入っており、本物の交差のように透き通っています。長くカールしたまつげが一本一本分かれてついており、ダマになったような偽まつげではなく自然に広がっていて、目尻が軽く上がることで柔らかく温かく見えます。全く硬さを感じさせません。眉は色毛がはっきりしており、太さに強弱があり、眉穂が眉尻のつながりも自然で、かすかな動け感があって本物の眉に近いです。毛流れの方向も確認できます。非常にリアルです。
チークとリップは薄めのピンクのチークが頬のリンゴ部分から外側へ自然にぼかされており、どこか内側からにじみ出る血色感のように見えます。リップはみずみずしいツヤ感があり、唇の縦じわもはっきり見えます。ヘリトリは柔らかく、ベタッと描いたような輪郭ではなく、生まれつきの淡いピンクの唇のようでつい見とれてしまいます。このヘッドは iOS 機能搭載で口が開きます。次に皮膚のテクスチャー、クローズアップで見ると人肌の質感が非常に細かく再現されており、色味も自然な肌色で毛穴に相当する細かな凹凸まで表現されています。スルスルではなく、触ると柔らかく馴染む感触があり、押すと軽く復元する弾力があって硬さを感じさせません。特に手首周りは関節の自然なシワまで再現されており、衣類と合わせたサイの肌と布の馴染み方も違和感がありません。手のディテールを重点的に見ていきます。まず手のひらから、手のひらのシワの再現が非常にリアルです。主な線がはっきりあるだけでなく、細かい掌紋や指関節のシワまで実際の人間と同様で、触った感触も自然で平面的な硬さは感じません。次に爪、透明感があり、円は微妙にグラデーションしており、爪表面のツヤも程よく、細部の作り込みは申し分ありません。ここで柔らかさのテストをします。胸、ウエスト、太ももなどを軽く押してみると、素材の弾力と柔らかさのバランスが良く、硬すぎず、支えがなさすぎないちょうど良い感触です。最後にボディラインを見ると、約66センチの身長に84、67、97の3サイズのバランスが本当に良いです。バストは類的型で自然に豊か、角に丸い形ではなく、実際の人体に沿ったフォルムです。ふっくらとした股元や肉感のある太もも、ラインが流れるように自然です。さらに丸みのあるヒップは、実際の女性の体の曲線を忠実に再現しています。自然なウエストのくぼみやリアルなへその再現など、ディテールが豊富で全体の造形がより生き生きとしています。次にヘッドを詳しく見ていきます。この S40 リンはソフトヘッドのデザインで質感がしっかりしていて顔立ちを保ちやすいです。顔の輪郭を見ると額の丸みが自然で平坦ではありません。眉骨や眼下に軽いへこみがあり、顔に立体感が出ています。鼻筋は高めですが過剰ではなく、尾翼の丸みも自然です。唇の厚みも程よく、口角がやや上がっていて柔らかい微笑をたたえています。どの角度から見ても見栄えが良いです。次に頭部の底にある接続部分を見てみましょう。構造はシンプルで付属のネジには長さが数種類あります。こうして首の長さがお好みに応じて調整できるわけです。こうした細部の設計からもメーカーの配慮が感じられます。さらに表情のクローズアップをお見せします。自然に開いた唇のライン、生き生きした眼差し、ささやかな肌の質感が相まって、このヘッドは単体でもボディと組み合わせても生きているように見え、とても魅力的です。手元に届いたウィッグに少し品質上の問題がありました。それでも全体の色味は顔立ちに合っていて違和感は少ないです。好みの色を複数用意してウィッグで自由にコーディネートすることをお勧めします。これから実際のテストに入ります。まず身長と肩幅の比較です。私と一緒にいると166センチの見た目感が直感的にわかると思います。肩幅40センチは実際の女性に近い数字で過度に広い、狭いという印象はありません。次に重量の体感テストを行います。今から本題を持ち上げます。約40キロの重さをしっかり感じます。移動時は姿勢に注意し、できれば2人で持つなどして傷や怪我を防いでください。続いてオイル浮きのテストをします。オイル浮きコントロールがどうかを確認します。今、私の指はきれいな状態で、見てください。ほとんど手狩りがありません。オイル浮きのコントロールがとても良いです。最後に立たせた時のテストです。足の形状は整っており、平面に置くと安定して立ちます。
ただし立たせると足に圧迫がかかりますので注意してください。ずっと立たせたままにするとダメージの原因になります。お漢字は長時間の立ち姿勢は避けてください。これは 2.0 アップデートによる強化された骨格のおかげで支持力が十分あり、日常のディスプレイやポージングも安心して行えます。最後に総合まとめをします。この IronTech 166センチ 2.0 ボディと S40 アイリンの実物道路は期待以上の仕上がりでした。まず造形がボディライン166センチに84、67、97の自然な砂時計型のホロふくよかラインで、ウエストのくぼみやへそなどの細部がより生き生きとしています。続いて質感と機能。シリコンのソフトヘッドとリアルコーク機能、自然なメイク、消耗や関節のシワまで再現されたリアルな皮膚テクスチャなど、各所が実際の人間に近い質感です。実用面でも骨格は安定して立てられ、オイルも少なく手入れがしやすい。40キロの重量はあるものの質感と釣り合いが取れています。高いリアリティを追求し、自然な曲線と細部の作り込みを重視する方には、このモデルは買う価値は十分にあると思います。以上で今回の開封レビューは終了です。参考になれば嬉しいです。この動画が良ければ、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。